皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストへようこそ。あゆみです。ケンです。聞いてくれてありがとうございます。ちょっと聞いてもいいですか？はい、何ですか？今朝、電車に乗ったんですけど、すごく静かだったんですよ。それは日本の電車らしいですね。そうなんです。みんなスマホを見てるか寝てるか、誰も話してなかったんです。日本の電車は本当に静かですよね。海外から来た友達が、お葬式にいたいって言ってました。それはちょっと言い過ぎですけど、気持ちはわかります。ということで、今日のテーマは、日本の電車マナーと通勤ラッシュです。いいテーマですね。日本に来たら絶対に必要な知識です。ですよね。電車に乗らない日はないくらいですもんね。そうですね。では、まず電車のマナーから話しましょうか。はい。まず、私が一番びっくりしたのは、電車の中で電話しちゃダメっていうルールです。それは有名なマナーですね。でも、なんでダメなんですか？小さい声ならいいんじゃないかなって思ったんですけど。いい質問ですね。日本では電車の中はとても静かな空間なんです。みんな静かに過ごしたいと思っているんですよ。そうなんですか？はい。だから電話で話すと声が目立って、周りの人の迷惑になるんです。あ、確かに。日本には人に迷惑をかけないっていう大切な考え方があるんです。電車の中ではそれがとても大事なんですよ。なるほど。だから気になるんですね。そうです。それでもし電話がかかってきたら、すみません、電車なので後でかけ直しますって言えば OK です。後でかけ直します。これ使えますね。はい、とても便利なフレーズですよ。あと、電車の中で食べ物を食べるのもダメなんですか？これはちょっと難しいんですよね。え、場合によるってことですか？そうなんです。新幹線とか長い距離を走る電車では OK です。お弁当を食べる人も多いです。新幹線のお弁当、美味しいですよね。ですね。でも通勤電車とか普通の電車では食べない方がいいです。匂いが気になりますもんね。そうそう。特に朝の満員電車でハンバーガーを食べたら、それはちょっと周りの人がかわいそうです。水やお茶くらいなら大丈夫ですけどね。なるほど。飲み物は OK。食べ物は電車によるってことですね。そういうことです。じゃあ次は、並び方のマナーについて聞きたいです。並び方大事ですね。日本の駅ではホームに足跡のマークがあります。あ、あの線とか矢印ですよね。そうです。電車のドアが開く場所に合わせてみんなきれいに並びます。これ最初見たとき感動しました。誰に言われなくてもみんなちゃんと並ぶんですよね。そうなんです。そして降りる人が先、乗る人が後っていうルールがあります。それ大事ですよね。降りる人を待たないで乗ろうとすると、すごく嫌な顔をされます。はい。ドアの横に立って降りる人が全員出てから乗る。これが基本です。わかりました。降りる人ファーストですね。その通りです。あと、リュックサックのマナーってありますか？ありますよ。混んでいる電車ではリュックは前に持つか手で持つのがマナーです。背中に背負ったままだと後ろの人にぶつかっちゃいますもんね。そうなんです。自分では気がつかないけど結構スペースを取ってるんですよ。私も最初知らなくて、おじさんに前に持ってくださいって言われたことがあります。あら、それは勉強になりましたね。はい、恥ずかしかったけど教えてもらえてよかったです。日本ではあまり直接注意する人は少ないんですけど、言ってくれる人は親切な人ですね。そうですよね。さて次は通勤ラッシュの話をしましょう。来ましたね、通勤ラッシュ。ケンさん、通勤ラッシュって経験したことありますか？もちろんありますよ。何年も満員電車で通勤していました。大変じゃなかったですか？最初はびっくりしましたね。人がぎゅうぎゅうで動けないんですよ。ぎゅうぎゅう。私も経験あります。体が浮くくらい押されたことがあります。本当ですか？それはすごいですね。はい、足が地面についてなかったです。日本の通勤ラッシュは世界的に見てもすごいレベルですからね。東京の朝ってどのくらい混むんですか？一番混む路線だと
定員の 180% くらいになることもあります。 180%?100 人乗れる電車に180人乗ってるってことですか？簡単に言うとそういうことです。想像できますか？無理です。スマホも取り出せないレベルですよね。そうなんですよ。本も読めないし何もできない。ただ立ってるだけです。それを毎日やってる人がいるんですよね。すごいな。日本のサラリーマンはたくましいですよ。サラリーマンっていうのは会社で働く人のことですよね。そうです。英語のサラリーマンから来た和製英語ですね。通勤ラッシュって何時くらいが一番混むんですか？朝は7時半から9時くらいがピークです。ピークって一番混む時間ってことですね。そうです。夕方は5時半から7時半くらいですね。じゃあその時間を避ければいいってことですか？できるならそうですね。最近は時差出勤をする会社も増えています。時差出勤。はい。普通より早く会社に行くか遅く行くかしてラッシュを避けることです。なるほど、いい仕組みですね。あとはリモートワーク、つまり家で仕事をすることも増えましたね。確かにコロナの後から家で働く人が増えましたよね。はい。でもまだ毎日電車で通勤する人の方が多いです。日本ってやっぱり会社に行く文化が強いんですかね。そうですね。顔を見て話すことを大切にする会社がまだ多いです。ところで、満員電車でのサバイバル方法ってありますか？サバイバル方法、面白い言い方ですね。だって本当に戦いみたいじゃないですか。確かに。じゃあいくつかコツを紹介しましょお願いします。う。まず一つ目、乗る車両を選ぶことです。車両を選ぶ？はい。電車の一番前と一番後ろは真ん中より空いていることが多いです。そうなんですか？知らなかった。みんな階段やエスカレーターの近くに集まるので、そこから遠い車両は比較的空いています。なるほど。ちょっと歩くだけで楽になるんですね。そうです。二つ目は、ドアの近くに立たないことです。なんでですか？ドアの近くは人が一番多いんです。奥に進んだ方が少しスペースがあります。ああ、確かにみんなドアの近くで止まっちゃいますよね。そうなんです。奥に詰めてくださいってアナウンスが流れることもあります。聞いたことあります、あのアナウンス。三つ目は、大きな荷物を持たないことですね。でも通勤の時ってカバンがありますよね。はい。だから、できるだけ小さいカバンにするか、体の前で持つといいです。さっきのリュックの話と同じですね。その通りです。周りの人のことを考えるのが一番大事なマナーです。日本のマナーって全部周りの人のことを考えるにつながりますよね。いいところに気がつきましたね。それが日本のマナーの根っこにある考え方です。根っこ、つまり一番大切な部分ってことですね。そうです。自分のことだけじゃなくて、周りの人が気持ちよく過ごせるように考える。素敵な考え方ですね。これは電車だけじゃなくて、日本の生活全体に関係していますよ。例えばどんなことですか？例えば、エスカレーターでは片側を開けて、急いでいる人が通れるようにします。ああ、あれもマナーなんですね。東京では左側に立って右側を開ける。大阪では逆で右に立って左を開けます。東京と大阪で違うんですか？そうなんです。面白いですよね。どっちかわからなくなりそう。簡単な覚え方があります。周りの人と同じ側に立てば大丈夫です。なるほど。周りを見ればいいんですね。そうです。迷ったら周りの人を見る。これが日本での一番のコツです。ケンさん、それ名言ですね。いやいや、名言ではないですけど、本当に使えるコツですよ。さて、ちょっと面白い話をしてもいいですか？はい、何ですか？電車で寝てる人多くないですか？多いですね。日本の電車の風景ですよね。しかも自分の降りる駅でちゃんと起きるんですよ。ははは、それは体内時計みたいなものかもしれませんね。すごい能力ですよね。私は寝たら絶対乗り過ごします。毎日同じ電車に乗っていると体が覚えるんでしょうね。でも、隣の人の肩に頭を乗せて寝てる人もいますよね。
言いますね。あれはやられた方はちょっと困りますけど、起こしに来かどうか迷いますよね。日本人は優しいので、黙って肩を貸してあげる人が多いですよ。それも日本らしいですね。ただ、さすがによだれを垂らされたら困りますけどね。それは困りますね。さて、もう少しマナーの話を続けましょう。優先席って知っていますか？お年寄りとか体が不自由な人のための席ですよね。そうです。英語だとプライオリティシートですね。優先席では何か特別なルールがありますか？はい。優先席の近くではスマホをマナーモードにして通話はしないでください。普通の席でも電話はダメですけど、優先席では特に気をつけるんですね。そうです。あと、若い人が優先席に座っていて、お年寄りが来たら席を譲るのがマナーです。席を譲るときは何て言えばいいですか？どうぞだけで十分ですよ。どうぞだけでいいんですか？シンプルですね。はい。立ち上がってどうぞと言えば伝わります。でもたまに大丈夫ですって断られることもありますよね。ありますね。その時は無理に進めなくて大丈夫です。声をかけること自体が大切なんですね。その通りです。気持ちが伝われば相手も嬉しいですから。ケンさん、電車の中でイヤホンの音漏れについてはどうですか？これも大事なマナーですね。音漏れは周りの人にとってかなりストレスです。シャカシャカって音が聞こえてくるときありますよね。はい。自分では気がつかないんですけど、静かな電車の中ではすごく目立ちます。気をつけなきゃですね。音量を少し下げるか、音漏れしにくいイヤホンを使うといいですよ。はい、わかりました。さて、電車のマナーを例え話で説明してみますね。おお、例え話好きです。電車の中は知らない人と一緒に住み、シェアハウスみたいなものです。シェアハウス、確かに。自分の部屋じゃないから大きい音を出さない、スペースを取りすぎない、きれいに使う。すごくわかりやすいです。ここはみんなの場所っていう意識があれば自然にマナーを守れます。いい考え方ですね。みんなの場所だから大切に使う。そうです。日本語では公共の場って言います。みんなが使う場所っていう意味です。公共の場、覚えます。あと、通勤ラッシュで知っておいてほしいことがもう一つあります。何ですか？電車が遅れた時、駅員さんから遅延証明書をもらえます。遅延証明書？はい、電車が遅れたことを証明する紙です。会社に電車が遅れたから遅刻しましたと説明するときに使います。へえ、そんなものがあるんですね。日本らしいですね。最近はインターネットでもダウンロードできる鉄道会社が増えましたよ。便利ですね。はい、日本では5分遅れただけでも大騒ぎになりますからね。5分で？海外だったら5分は遅れたうちに入らないですよね。そうですね。日本の電車の正確さは世界一と言われています。1分でも遅れたらアナウンスで謝りますもんね。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんってやつですね。それよく聞きます。日本では時間を守ることがとても大切にされています。電車も人も。なるほど。だから遅延証明書が必要なんですね。その通りです。さて、そろそろまとめに入りましょうか。はい。では今日の話をまとめると、ポイントは3つです。お願いします。1つ目、電車の中では静かにする。電話はしない。音漏れに気をつける。シェアハウスだと思えばいいんですよね。そうです。2つ目、並ぶときは列を守って降りる人を先にする。降りる人ファースト。3つ目、通勤ラッシュは避けられるなら避ける。車両を選ぶ、時間をずらすなどの工夫をする。いいまとめですね。全部周りの人を考えるにつながってますよね。はい、それが日本の電車マナーの一番大切なポイントです。じゃあ次は今日のベストフレーズ3選です。はい、今日の会話の中からそのまま使えるフレーズを3つ選びました。1つ目は何ですか？ 1つ目は、後でかけ直しますです。電車の中で電話がかかってきた時に使えます。すみません。電車なので後でかけ直しますですね。完璧です。かけ直すはもう一回電話するという意味です。2つ目は？ 2つ目は、どうぞです。席を譲るとき、ドアを開けてあげるとき、いろいろな場面で使えます。短いけどすごく便利な言葉ですよね。はい。
日本では毎日使う言葉です。3つ目は？ 3つ目は、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんです。おー、これはちょっと長いですね。そうですね。でもこれは日本でよく聞くフレーズです。電車のアナウンスだけじゃなくて、お店やビジネスでもよく使います。ご迷惑をおかけしては、あなたに困ることをしてしまってっていう意味ですか？その通りです。丁寧に謝る時の表現です。覚えておくと、聞いた時に意味がわかりますよ。ありがとうございます。いいフレーズばかりですね。ぜひ使ってみてください。最後に皆さんへの質問です。はい、どんな質問ですか？皆さんの国の電車やバスにはどんなマナーがありますか？日本と違うところがあったら、ぜひコメントで教えてください。いいですね。国によって全然違うと思うので、聞いてみたいですね。はい、コメント楽しみにしてます。それでは今日も聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。また次回のエピソードで会いましょう。さようなら。バイバーイ。